ピンポーン、ようこそ、秘密基地にいらっしゃいました。まず最初によかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでね、もう今日は早速なんですが、もうお題に入ろうと思うんですけど、今日のトークテーマはですね、ブータローなりのレス解消方法ということで、私ね、交際10年になる相方ゆうちゃろうというね、方とお付き合いをしてもう10年なんですけど、もう本当にね、この夜の営みについてはたくさん悩んできたというか、もう一番最初で1年超え、こうレッスンになって、もうすごい辛かった時期もあったし、まあ、ラブラブの時期ももちろんあったし、まあそこでね、もうやっぱどんどんもう営みってやっぱどうしても付き合えば交際期間が長くなればなるほど、もう減るのは必然なのかなとも思ってるんですよ。もうそこは致し方ない。で、まあ、夜の営みが全てではないじゃないですか。そう。まあ、なので、とはいえね、やっぱ大事な部分。まあ結構やっぱこう、お別れになる原因の、まあトップ5ぐらいには多分入る要素でもあると思うからさ、まあ結構こう、問題なわけですよ。ね。でもここ最近、そんだけ1年ぐらいなかったブータロたちが、まあ先月ぐらいからちょっとこう、徐々に解消しつつあるって感じ。まあこっからまたいつでもね、すぐこう、また回数が減ることも全然あり得ると思うし、まあ、難しい問題なんですけどね。まあ今んとこう解消しつつあるからさ、なんでこううまくいったのかなっていうのは多分レッスンで悩んでる方ですごい、もしかしたら気になってくれてる方もいるかもしれないので、今日はブータロなりのちょっと解消できた理由を、お話しできたらなと思います。まあほんとただ一意見でね、たまたまうまくいっただけなんで、参考になるかわかんないですが、よかったら聞いていってください。で、もう本当に今ちょっと言いたいのは、昨日、おとついの動画がすごい反響が良くてですね、秘密基地にとっては。全体で見たらそんな大したことないかもしれないけど、まあ、秘密基地でだいたい1000回ぐらい再生されたら平均かなって勝手に思ってるんですけど、そんな中でもすごいやっぱりもういきなりこう再生回数が上がってるんですね。まあ、っていうのも、それがまあ1回目が、あれですよ。ゆうちゃろうと、それこそエピエピするまでの、なんかルーティーンじゃないけど、こう、リアルな密着動画を上げたんですね。で、それがもうすごい好評で、で、昨日上げたのが、果たしてその結果、どうだったのか。で、ブータルはこのレスでも悩んでたんですけど、そのさらに上の悩みもあって、ブータルは結構こう、早く行きやすいというか、感じやすいので、すぐ気持ちよくフィニッシュできるんですけど、相手が、生かすことができないまま終わる、こう、エピエピが多かったんですよ。そう、だからもうそこがもう結構一番最近はずっと悩みがきつくって、ブータの中でしんどかった部分。あのもう営みでさえもちょっと少ないのに、その希少な営みが自分しか満足してない感じがすごい辛かったっていうことがあって、で、まあその結果がどうだったのか、ちゃんと相手と一緒に気持ちよく終われたのかっていうね、結果を報告している動画が本当にありがたいことにたくさん再生されてて、また気になる方は概要欄貼っとくんで、今日もよかったらさっきそちら見てもらえたらなと思います。で、まあ、この動画を上げられてるってことは、まあもう結論ね、先言っちゃいますと、今回のね、セクロースは、無事お互いがフィニッシュすることができました。もう本当に嬉しかったですね、ブー太郎は。やっぱりもう自分だけこう気持ちよくなることに対しての、なんかコンプレックスだったり、なんかすごい不完全燃焼感がずっとここ数年すごかったんで、相手が相手を生かすことができなくなってからは1年じゃ済まないかもしれないので、もしかしたら、下手したら。もう本当に辛かったです。で、もうちょっとね、長々あれ喋っても、ちょっと結局解決方法はって言われそうなので、ちょっと大まかに、まあ、3つのポイントを勝手に言うと、まず1つは、絶対心が繋がってなきゃ、まずこのレス解消はどう頑張っても難しいのかなと思ってます。はい。まあ、心と体って、ちょっとある意味、まあ、比例するけど、ちょっと別物やったりすると思ってて、もうそもそもさ、お互いが好きとか、こう尊敬し合ってるとか、もうパートナーっていう大事な意識がなかったら、どんだけこう、頑張ろうと思っても、その頑張りが辛くなるし、もうしたくないってなっちゃうからさ。で、
お互いがどう不満を持ってて、なんでこう辛いのかっていうことも理解しようっていう姿勢にもならないから、もう絶対まずお互いがちゃんと未だに好き同士なのかっていうことが大前提から、ここが一番大事になってくると思う。もうそこがもうありがたいことに、ブータロとユーチャロは、お互いがね、ちゃんと尊重し合うっていうんですか、好き同士であり続けれてるっていうのは大きいポイントかなと思うので、はい、そこがあってよかったなとは安心してます。まあ、今後だからここが途切れてしまったらさ、片方が多分すごいもうレースにもっと陥ってしまうと思うので、まあ、気持ちがちゃんとお互いあるっていうことが大前提。で、第2ポイントが、ちゃんと素直になるですね。はい、素直になること。ちゃんとこう、ラブラブ、イチャイチャしたいんだ、夜の営みしたいんだっていう思いをちゃんと伝えなきゃいけないし、それだけじゃなくって、自分のこう不満、なんでこう思ってるのに理解してくれないんだっていうことを、ちゃんとなんだろうな、オブラートに包んで伝える。で、プラス相手のことも聞く。なんでこうしてくれなくなったのか。どこに、なんか絶対こうしない理由ってあると思うんで、ここをやっぱり意外と聞けない人も多いと思うんですよね。ブータローたちは、ありがたいことにね、本当にたくさんのリスナーさん、優しい、まあ、ファンって呼んでいいのか、家族と呼んでいいのか、ちょっと表現の方法がいつも難しいんですけど、まあ、とにかくいつもこう聞いてくれてるみんなが、こう間に入ってくれたこともすごい大きいと思ってて、もちろん二人でもこう、なんで夜の営みが減ったのかとかって、ブータラがこう甘えたりとか、ちゃんと話し合いはしてきたんですけど、それプラスもっと深いところまでこう訴えるにはちょっと勇気がどうしてもいるっていうか、そうなった時に、こう YouTube を通してさ、最近、どうなんですか、イチャイチャしてるんですかみたいな質問がやっぱ来た時にさ、こう、いやいや、これはこうだね、みたいな。自分はこう思ってるのになんかこう言われたんよとか、みんなが間でこう聞き役になってくれることによって、お互いのちょっと言いづらい不満とかを言えた。まあ、例えばブー太郎やったら、すごいすぐもう触られすぎて、どうしてもすぐ行ってしまうんだとか。ね、この間も誘ったけど、明日にしようとか言われて、ずっと延期されてるとか。で、もう最近、もうブートルから誘うのやめて、みたいなさ。もうほんまに誘っても断られるから辛いねんとか。言えたり。で、ゆうちゃろはゆうちゃろで、昔過去に、ブータロのおちんの匂いがトラウマでとか、喘ぎ声系がちょっともうなんかネタになる。面白くて笑ってしまう。なんか興奮したくてもなんか急に笑いの方になっちゃうとかさ。で、ブータロー気持ちよく頑張ってるのに、ゆうちろのものを触ってくれなくなって、結局なんか自分は、まあ結局、ブータローが気持ちよくなってくれればそれでいいとかさ、なんかまあいろんなこう情報交換を、二人でもしてたけど、またさらに皆さんが聞いてくれて間に入ってくれることによって、こう認識できた。なんか多分ゆうちゃろうはゆうちゃろうで、ブー太郎がこんなに不満に思ってるんやってことを、少しずつ時間をかけて理解してくれてたと思うし、でブー太郎もブー太郎で、もう最近、もうプイっていう時期もあったんですよ、本当に。もう絶対こっちから誘わへんみたいな。もうこんだけ何回もプライドズタズタにされて、誘ってんのに、もう求めてくれへんやったら、まあ無理やりすることでもないしな、みたいな。もうブータロもなんかちょっと欲がわからへんくなったっていうの。夜の営みに対して。なんか本当になんかもういいかなって思い出した時期もあったしさ。もう別に一緒に入れたらそれでいい。まあそこは今も大前提変わってないけど、でもやっぱどっかで寂しいんですよね。やっぱイチャイチャしたいし。やっぱり、こうできてみて、営みを改めて復活できてきて、やっぱ大事なことやなってことにも気づくのを思い出させてくれた部分でもある。やっぱり嬉しかったし、満たされたし、なんかこう、テンションが上がるっていうの。そう。で、ゆうちゃんもそれをやっぱ、こう理解してくれたみたいで、なんかこう、ラブラブすることによって、ブータロンの機嫌が違うじゃないけど、やっぱこういうの大事なんやなってこともこの間言ってくれてたしさ。ねそれこそ先日のエピエピで、やっとユーチャルをフィニッシュさせられた時も、すごい
ゆうじろうもすっきりしてた、やっぱり。なんかすごい嬉しくて、行った後になんかめちゃくちゃこう、よしよししてくれたりとか、なんかもうそれがまたキュンってしたりとかして、やっぱりこう、まだこの辺、ゆうちゃろうとブー太郎の恋、どんな営みやったんかっていうのは、水曜日の夕ークッキングで一緒にちょっとゆうちゃろうと話せたらなと思ってるんで、今日はちょっとはしょるんですけど、とにかくそう、意思疎通。良くも悪くもね。お互いどう思ってるのか、夜の営みについて。ここをちょっと、笑いもありつつ、不満もちゃんと言いつつ、訴えかけられ合えたことが、まあ、良かったのかな。ちゃんと関心をなんだかんだね、良くも悪くも持てたのが、レッスンにならなかった要因かなと思います。で、三つ目が、何でしたっけ三つ目何でしたっけあとは、本当に改善点がどこにあるのかを自分が見つける。自分の非はどこなのか、自分を責めるって感じですかね。これは多分賛否あると思うけど、相手を責めたいよ。ブータロンも実際、ゆうちゃろの、なんでゆうちゃろはこうでこうやってくれへんねやろってすっごい、本当に思ったし、悩みましたよ。だけど、最終的には、自分のどこがいけないんやろっていう方に重点を置いたっていうの割合を。100ではないよ、もちろん。でも、80ぐらい自分が悪いんだなっていう脳みそに切り替えれたのも大きいです。だからこそ、何回断られても、めげずに誘えたポイントだと思うんですよね。今日は頑張るから、とか。もう、前はもう甘えへんし、もう嫌って言ってたけど、やっぱりイチャイチャしたいとかってこうちゃんと伝えたりとか。で、自分たちの場合ですけど、自分が思ったね、ブー太郎が思った、なぜこうレスになってってしまったのかっていう理由を、こう、まとめた結果、やっぱり交際10年っていう期間がどうしても大きい。やっぱ新鮮さ、ドキドキがない。じゃあ、なんかなるべく、こう、また、初期ら辺の気持ちに戻れる方法は何なのかってなった時に、やっぱり、昔みたいにちゃんと可愛いまま甘えるっていうんですかここを、維持頑張りましたね。はい。どうしてもやっぱりさツン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 とか、可愛くなくなっちゃってた時期もあったので、ムードがない始まり方っていうのを、もういきなり、もうおちんを触ってみたりとかなんかそこをちょっと変えてみたんですよね。ちゃんとこう、熱いチューをして、で、まず乳首触って、でちょっとこう、おちんを散らしてみたいなで。そういうことをしてると、やっぱり、ゆうちゃろうってほんと最近立ちも悪くってさ、なんか笑いから始まるセクロスも多かったんけど、なんか今回その辺頑張った時に、なんかちょっと本当に立ちが早かったやっぱちゃんとこういうムード作ると興奮してくれるんやな、やっぱここおろそかにしてたな今までみたいな、適当にもういきなりおちんから始まってたことが多かったから、そこも大きかった。やっぱりそこがダメだったんだって改めて気づいたし、でやっぱちゃんと清潔にする。それこそ。ここは前々からやってるんですけど、でもすごい YouTube の中で多分一回あったことってすごい強烈に覚えてると思うんですよ。不快やったこと。やっぱ匂いってやっぱりさ、その匂いが好きな人もいるけど、不快と思ったものはやっぱもう仕方ないので、その匂いを思い出させない努力だったりとか、あとはブー太郎が、本当に、こう、すぐ行かないようにするには、もうすぐ行ってたんで、そこをどう改善するのかって頑張ったのは、頭の中でなるべく興奮モードを抑えるように、ちょっとこう違うこと考えたり、ちょっとお尻ら辺をつねってみて感覚を、おちんに行かないようにしてみたりとか、そう、なるべくちょっと興奮しすぎるとほんとすぐに、こう果てちゃうことが多いので、冷静になったりとか。で、ここはもうゆうちゃろうも努力してくれたんですけど、ブー太郎がやっぱこう先に攻める体制を作る時間をめっちゃ増やしたんですよ。そうすることによって、ブー太郎がこう、置き時間ができるわけじゃないですか、おちんを。で、ゆうちゃろうがちょっとこう、どんどん溜まっていくっていうんですか、興奮状態が。
これが、初めからこんなん分かりきってることやねんけど、ゆうちゃろうはゆうちゃろうでさ、ブー太郎をいじめてっていうか、気持ちよくさせて興奮するタイプの人やから、どうしてもやっぱり、ブー太郎のものを触ってる方が楽しいんでしょうね。なんか自分がされっぱなしっていうのがちょっと不満だと思うんですよ。それは未だに。だけど今回多分ブー太郎の技術も上げたんですね。本当に調べたんですよ。それも大きい要因でした。なかなかレスになる。ブー太郎が下手くそすぎた。舐める時も歯を当ててたりとか。で、もう興奮するとそれこそ、この自分の体だけじゃなくて、相手の体のこの触り方もちょっと激しくなりすぎてた。多分、おちんに敏感な触り方をしたんでしょうね。だいぶもうソフトに柔らかく、これ本当にこんなんでいいのって思うぐらいの力で力加減ですることによって、やっぱそれがゆうちゃろには合ってたんですよね。今日はいいわ、その力加減で、とかって。で、それもちゃんと教えてくれたりとかさ。やっぱお互いそれがすごいいいとか、そういうのもちゃんと言い合える。恥ずかしがらずに。そこもやっぱ大きかったかなって思ってて、だからもういろいろ改善点上げれればきりなんやけど、もうほんとそもそも技術がなかった気持ちの持っていき方、ムードの作り方とは清潔にする。ここにも本当にもう自分に火がたくさんあったんで、もうそこをなんで自分ばっかりってなるんじゃなくて、多分こうなってるには絶対にもう相手も悪いんやけど、それ以上に自分がどう変われるかっていう考えた方が絶対早いので、相手が変わるのを待つのはどうしてもやっぱ難しいし、やっぱ相手も負担だから、すごい辛いことなんですけど、でも結果解消したいんであれば、自分の非はどこかをブー太郎は頑張ったつもり、努力したつもり、わかんないよ。第三者が見て全然頑張ってないやんと思われるかもしれんけど、ブー太郎は本当に頑張ったんですね。精神面も勉強面も。恥ずかしかったよ、ネットでも改めてさ、活かせ方、しこり方とか、治療の人はどうしたらいいのか、早漏の人はどうしたらいいのかとか、もう本当に恥ずかしいけど、でも必死に勉強して、でもやっぱそれが身にかなったんで、今回。やっぱ大事だな、勉強って思いました。はい。なので、一番大前提やっぱ心つながってること、そしてちゃんとなぜこうなってるのかっていうのを整理して、で、その改善策をちゃんと考えて実行をしっかりしたっていうのが、太郎なりの自分が解消できた方法かなって勝手に今回は思ってます。で、やっぱ一番は気持ちですから、どんだけ本当にちゃんと営みをしたいのか、で、向こうが本当にちゃんとしたいっていう環境にいてくれてるのか、やっぱりブー太郎も焦りすぎてとか、もう本当に自分の欲が満たされなすぎて、ゆうちゃろうも辛かったと思うんですよね、誘われるのが。そもそももう最近営みに対してあんまり興味が薄れてきてる人に対して、しつこく誘うと、やっぱそれはそれで向こうもしんどいし、また誘われた。ってなるから、ほんと難しい問題なんですけど、だからブタも引いた時期もちゃんとあったし、でも引いた上でやっぱり引いたままは辛いなとも思ったから、もうこれは経験で、空気感でお互い歩み寄れたのが大きかったなって思うから、ちゃんとコミュニケーション取ってね、パートナーとは。それ違ってもいいと思うんですよ。喧嘩してもいいと思うし。だけど最終的に諦めない、相手のことを諦めないことがやっぱ大事だと思ってますって、自分にちゃんと素直になる。自分の感情に。はい。そこをブー太郎は頑張ったつもりです。とはね、今回偉そうに言ってて、今調子にね、いいから調子に乗ったこと言えてますけど、また、ガタンと減ってまた悩んで、多分繰り返すんですよ、絶対。もう分かってるんですよ。これからやっぱ時が経つにつれて、また絶対これ、レースは悩みになると思うから、またその時は皆さんにも頼ってね、お話聞いてもらいたいですし、はい。うまくいってる時だからこそ、悩んでる方に、ちょっとでも、お悩み解決に慣れてたら嬉しいなって思ってます。はい。ということで、ちょっと長くなりましたが、よくね、ほんと参考とかになってて、くれたら嬉しいなと思うんですよ。もう本当にレースって辛いっていうのは、ブトラは身に染みて、感じてきたから、この動画開けてる人って本当悩んでる人も多いと思うんですよね。いつも、毎日見てくれてる人もいると思うけど、でも新しい人は多分レースで悩んでる人が、
新しくこの秘密基地のこの動画見てくれてると思うんで、もうブー太郎からエールを送ります。もういろいろ辛いと思うけど、ちょっと意地張ってね、こう、プイってなってる期間はもう相手もどんどんプイになっちゃうから、もう、こっちから歩み寄って傷ついて、未だにトラウマやからブー太郎も、またうまくいったとしてもまた次誘うの怖いのは変わりないからさ。でもここでおじけつくとやっぱいい未来は待ってないんで、どうか。少しでもね、レス解消に結びついている何かきっかけになってさあ嬉しいな、この動画が。はい、ということで終わります。今から仕事なんでね、行ってきます。では明日はもうちょっとね、明日の秘密基地は普通の話しようと思います。最近もう3日連続こう夜の話してるんで、ちょっと大下品かなとも思うからさ。皆さん本当お付き合いありがとうございました。じゃあね、バイバイ。